皆様、こんにちは。カメラマンの原亀です。よろしくお願いします。今回は、ニコンのですね、新しいレンズ、100、400の、4.5 から 5.6 ですね、明るさが。このレンズについてお話ししたいと思います。早速本題なんですが、このレンズですね、実は、すごいレンズなんですよ。で、このレンズのために、システムを全部ニコンに変えてもいいんじゃないかなっていうくらいのすごいレンズです。これについて今日はお話ししたいと思います。バランスがね、素晴らしいですね。前にも後ろにも、重心がいってるわけじゃなく、やっぱり、車と同じですよね。アウディの車が、なぜ素晴らしいかと絶賛されるというのは、車のバランスが素晴らしいからですよね。それと同じように、車もコーナリングで、バランス崩したりとかする車もいますけど、ニコンのこのレンズ Z9 と付けた時にバランス感覚がすごくよろしくて、ズームを伸ばすと前に繰り出し式なんですが、それでもですね、かなり使いやすいですね。重心がそんなにですね、極端に、前後することがないので、使っていてですね、とても、フィーリングがいいですね。僕はですね、しばらくですね、F マウントのニコン180-400という F4 のレンズですね。テレコンバーターの 1.4 倍が内蔵タイプになります。そちらは100万円を超える、超望遠の高額商品になりますが、それを仕事で使っておりました。このレンズなんですが、そのレンズにかなり匹敵するくらいの実力を持っています。昔のですね、F マウントでいうところの200、500ですか。200、500という比較的リーズナブルなお値段のレンズがございましたが、それと比較しても、ちょっとですね、次元が違うぞというぐらいに、レンズのクオリティが、こちらの S ラインのレンズがすごく高いんですよね。今回ですね、撮影で、以前撮った180、400の、映像っていうか画像ですね。僕の場合は競馬になりますが、競馬で撮影したものと、今回最近撮ったもの、100、400を使って撮ったものと、それを比較してみます。もちろんですね、ボディは、こちらが、Z9 で撮影してまして、その以前使ってたものは D5 になりますが、それにしてもですね、かなりクオリティが近いところまで肉薄していると思います。ただですね、開放値がやはり F4 ではなくて、こちらは若干暗めの 4.5 から 5.6 ですから、実質、現場で使うときはほぼ 5.6 ですね。開放 5.6 として考えて使ってますから、ズームを繰り出すとね、5.6になってしまいますんで、5.6 のままで使うことが多いんですが、それにしてもですね、天候が極めて順調な時ですね。天気が良い時、光が当たって影が出ている時ももちろんですが、明るい曇りだったら結構いけちゃいますね。このレンズは、実質、そうですね、量販店で買っても32、3万だと今思いますが、それぐらいの価格ですが、金額としてみれば、30万円っていうのはお高いんですが、ただ超望遠のレンズとしてはですね、比較的リーズナブルな値段だと思います。比較対象としてですね、F マウントの200、500というレンズがありますが、それはですね、正直私も購入して使ったことがあるんですが、オートフォーカスがいまいち遅いのと、ピントが抜けちゃったりします。それと画質がですね、どうしても、もやっとしてる部分がありまして、シャープ感というですかね、抜け感がいまいちなんですよね。それにしてもですね、この価格でこれだけ映ればいいだろうと、私は思いますね。今までですね、超望遠というのは100万円超えのレンズがたくさんあります。私もですね、一番最初に使っていたものは、ニコンに移りましてからは 400mm の 2.8、それと 300mm の 2.8 を使っておりました。こちらになります。それがですね、
オートフォーカスの比較だけで言えば、400mm の 2.8 よりも、180-400の F4 の方がかなりスピードアップしています。オートフォーカスの速度が、そうですね、かなり上がってますんで、それからさらに、今のレンズ、400mm の 2.8 ですね、Z マウントの新しいレンズは残念ながら私所有してないのでわからないんですが、推測するに相当スピードがアップしていると思われます。